どうも、ワンピースの謎解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2022年18号、ワンピース最新話1045話、ネクストレベルを考察していきます。この1045話は、面白かっこいいぜ。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック派の人は、多いネタバレを含む内容です。さらに最新話の考察の場合は、怒涛の語呂合わせ考察が続きますから、苦手な人は今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか？行きましょう。1045話のスタートは、再び、鬼ヶ島屋上。ルフィは完全に死んだと思ったというカイドウ。これが1045話の話数の語呂合わせ一つ目。問う死後。問う死後でしょう。こちらは先週、語呂合わせも内容も的中できました。そしてルフィは地面をゴム化してトランポリンのように跳ねて飛んでいます。これを見たカイドウ解説員は、周囲をゴム化しているのだから、それはパラミシア系の覚醒だろうと考えますが、姿が変身したルフィはゾーン系の特徴だろうと不思議に思います。もちろんカイドウもルフィも、ルフィの能力がゴムゴムの実ではなく、人々の実、幻獣種、ニカだということを知りません。とにかくカイドウはルフィに噛みついて先制攻撃。そしてルフィを丸ごと飲み込みました。これが1045話の話数の語呂合わせ2つ目。閉じ込める。閉じ込めるでしょう。しかし、丸飲みされたルフィは、カイドウの体内で暴れ出し、カイドウの体をゴム化して、体内からゴムゴムの風船でカイドウの体を膨らませます。これが1045話の話数の語呂合わせ3つ目。天獣からの天獣でしょうか。語は中国語でうなのでうです。天獣とは隙間を塞いでいっぱいにすることです。風船のように膨らんだカイドウは宙にふわふわと浮きました。これをこっそり見に来たのは桃之助とヤマト。この1045話で2人は常に開いた口が塞がらず、ルフィのふざけた能力を見て驚いています。ここでルフィはカイドウの体内から手を伸ばしてカイドウの目玉を突き抜けます。これは空島の大蛇ノラに飲まれて目玉をニカッと開いたこととリンクしているでしょう。しかしこれはどういうことでしょうか。空想のまま自由に戦えるニカルフィは、こうなったら面白いなというルフィの空想、願いが実現して物理法則やあらゆる制限を突破できるのでしょうか。ニカとはモリジブでゴムの木のことであり、前回紹介したようにゴムの木には願いが叶う木の神のインド神話がありますから、ルフィの空想、願いが実現するのでしょうか。ただしそれならばカイドウの攻撃もすり抜けられるはずですが、ルフィはしっかりカイドウの攻撃を食らっています。つまり覇気をまとった攻撃はこれまで同様、ニカの空想貫通能力といえど実体が攻撃されてしまう、そういうことでしょうか。これが1045話の話数の語呂合わせ4つ目。自由思考。自由思考でしょう。そして膨らんだルフィはカイドウの口の中から脱出すると、口から空気を吐いて上空の雷雲に突っ込みます。するとゴムゴムのギガントでジーニーやジャファーのように巨大化しました。大宇宙のパワー。これも詰めていっぱいにするという意味の語呂合わせ天獣でしょう。そしてルフィは周囲をゴム化できますから、自分の服も全てゴム化して伸ばして大きくできます。さらにこの雷雲と巨人の描写は、こちらの動画で考えた12年前の映画ストロングワールドとリンクしてるでしょう。ストロングワールドはワノ国の展開を先取りしていると、こちらの動画では考えました。例えば金獅子の式の後ろの屏風には、なぜか太陽の前で竜と狼が戦っています。太陽はルフィ、竜はカイドウ、狼はヤマトを表す。そしてルフィが式を倒した方法は、まずウソップが青龍のような電撃技天竜星を空に放ち、雷雲をウソップが作って、ルフィがゴムゴムのギガントトールアックスで式を倒しましたから、今回の雷雲と巨人という要素を先取りしています。しかし巨人化はインパクトが大きいですが、カイドウには全く効きません。そこでルフィは次にカイドウを掴んで再びゴム化すると、なんとゴムゴムの縄跳びで竜であるカイドウでゴム跳びをします。もはや自由自在。ゴム跳びをしながら落下するルフィ。これが1045話の話数の語呂合わせ5つ目。ゼロを前につけて落とし込む。落とし込むでしょう。落とし込むには辞書によると複数の意味があります。そのまま落とすという意味と、落として練り込ませるという意味、そしてアイデア、空想を実現するという意味の落とし込むです。この1045話ではこれらの落とし込むの意味が複数表現されています。特にルフィやカイドウが何度も練り込みます。落下するルフィとカイドウ。ここでカイドウはルフィにボロブレスを近距離で吐くと、ルフィは黒焦げアフロヘアになって落下。炎で焼かれたアフロルフィはボーボボーボボ。しかし真っ黒になったルフィにさほどダメージはありません。テニアでルフィには炎が効かないことが分かっています。これが1045話の話数の語呂合わせ6つ目。
火の汚れ。火の汚れでしょう。ここでルフィは空中でロードランナーのように足をくるくる回すと、空中でなぜか炎が発火し、その空力加熱の勢いで鬼ヶ島へ戻ります。これもルフィの空想、イメージによるものでしょうか。カイドウの元へ戻ったルフィですが、カイドウの技ラグナラクを食らい、城の天井に顔がめり込みます。めり込んだ巨大ルフィの目玉は飛び出し、それを見たロウやナミたちの目玉も飛び出します。つまりもしかすると、目が飛び出すとは目が高い、つまりメダカ。それはメダカの5つ子、1か2か3か4か4か2、メダカの2か。この5つ子はもちろんギアフィフスを表す伏線でしょう。メダカの人魚2かは62巻の表紙でルフィの真上にいます。そしてこのメダカの伏線は目が飛び出すからメダカの2かではないでしょう。メダカにはメダカの他に漢字があります。それはメダカです。麦の魚と書いてメダカと読みます。つまり麦わらの魚がメダカです。さらにもう一つ、メダカには漢字があります。それはメダカです。魚の将軍と書いてメダカ。つまりニカルフィはおそらく古代兵器ポセイドンこと白星や魚人たちを率いて、魚の将軍として魚人たちの夢太陽の元へを目指すのでしょう。脱線しましたが、目が飛び出したルフィたちはまさに漫画の世界。それはまるで絵物語、章だとカイドウは言います。絵物語といえば世界経済新聞の絵物語です。この絵物語とは海軍の合体ヒーロー空とアグロ軍団ジェルマダブル6が戦う絵本漫画です。ロー曰くサンジが変身したジェルマのナンバー3ステルスブラックはその絵物語に登場していたと言います。ルフィとサンジは完全なる真逆の表裏一体ですから、3とは3、太陽であり、サンジが絵物語の真っ黒なジェルマのナンバー3ステルスブラックに変身したなら、ルフィは絵物語のように戦う真っ白な太陽の神ニカに変身したという真逆の表裏一体です。さらにステルスブラックはイコールお蕎麦マスクですから、麦わらと蕎麦です。まさにギャグ漫画物語のように戦うニカルフィのふざけた空想。これほどまでにルフィの空想、夢や願いが叶うなら、ルフィが欲しがっていたメラメラの実エースのように爆炎を出せるかもしれませんし、風船で突き立っていけるかもしれません。さらに絵物語の海の戦士、空のように海の上も歩けそうです。しかしここでギアフィフスの限界が来たルフィは、なんとヨボヨボになっておじいちゃんのように枯れました。それはつまりオイル。ヨボヨボになったルフィの姿はまるで元日本の首相安倍晋三。心臓の鼓動が止まると心臓になるというギャグ。誰だ貴様とツッコミを真面目に入れるカイドウ。そんなふざけたニカの変身が解けて黒髪に戻るルフィ。しかしカイドウもダメージを受けてガクッと膝をつきます。やはりギアフィフスニカは消耗が激しいようで、ここでルフィは自分が死にかけていたことを思い出すと、カイドウは安心して死ね。お前らの戦いは誰かが語り継ぐだろう。そう言うとルフィは、いらねえ、俺はそういうの。死んだらみんな骨だけだ。笑った。死の淵で笑うルフィはまさに窮地ほど笑い、笑うほどニカ。どんと一丁歌おう海の歌。どうせ誰でもいつかは骨よ。果てなし当てなし笑い話。これも1045話の語呂合わせ問う死語であり、やはり2年前に考えた通り、ビンクスの酒は800年前のジョイボーイを歌った歌でしょう。ジョイボーイは800年前に実在した人物だと言われ、当時の人魚姫との約束を破ってしまったと言います。これは前回考えたゴムの木の神の神話、悪い約束ともつながりそうな話です。そして1045話は例によって145話につながるでしょう。145話は受け継がれる意志。ルフィは1045話で自分の戦いは語り継がなくていいと言っていますが、ここでのポイントはヤマトです。ルフィ本人は自分のことを語り継がなくていいと言っていますが、ヤマトは見ています。ヤマトこそがこの戦いを語り継ぐかもしれません。こちらの動画ではヤマトがもしも仲間になるならどんな職業ポジションを担うのか、それを考えました。こちらです。このように考えると10人目の仲間はやはりヤマトの可能性が最も高いのかもしれません。ヤマトは光月おでんのように海へ出てルフィと同じようにラフテルに到達したい。そして光月おでんのように航海日誌を書きたい。それは職業ポジション的には語り部なのかもしれません。つまりカイドウがルフィたちの戦いは誰かが語り継ぐだろうと言った、その誰かとはカイドウ自身の娘ヤマトが語り継ぐ可能性。ヤマトが10人目の麦わらの一味の仲間なら、ヤマトの憧れ光月おでんのように航海日誌をつけながら旅ができます。
さらにこれならキングにジョイボーイとも言われていた父親カイドウへの皮肉にもなります。ヤマト10人目の可能性は今回かなり近づいたかもしれません。そんなヤマトはモモの助とルフィの戦いを見ていますが、ここで疲れ果てたルフィを見たモモの助はルフィの声が消えかけていると言います。これはやはりギアフィフスの覚醒条件を表しているかもしれません。前回の動画ではギアフィフス2課の覚醒条件は死と生、この2つが合わさっているギリギリの状態でのみ発動できると考えました。ゼフ曰く死を恐れぬ信念、一本の槍を持つルフィ、ドラゴンボールの戦闘民族サイヤ人は死の淵から生還した時基礎能力がアップしますが、ニカルフィは少し異なり窮地にのみ発動するのでしょうか。それこそが窮地ほど笑い、笑うほどニカ。つまりギアフィフスはサイヤ人というよりも小田先生が好きな筋肉マンと同じ火事場のクソ力に近い能力かもしれません。そしてルフィはここで終われねえよな、モモ、タマ、金右衛門、ペドロ、どんどんそうふざけた攻撃を仕掛けているニカルフィですが、これまでのルフィと同じようにルフィ本人は至って真剣、自分が背負っている友達の思いを分かっています。ペドロがホールケーキで命を懸けなければルフィはカイドウとの一戦鬼ヶ島の屋上ステージまでたどり着けなかった。ペドロはルフィこそが世界を夜明けへ導くものだと信じて、その短い命を捧げて自爆しました。そしてジャガーのミンクペドロには伏線があります。ペドロの異名は木の上のペドロ。ニカルフィとはおそらくゴムの木の幻獣、太陽の神ニカであり解放の戦士。そして175話のタイトルは解放。175話の扉絵は木の上のジャガー。ルフィの服は太陽の紋章の戦士。その正体はこの時はまだベールで包まれている。そんな175話解放の話数の語呂合わせは人なる子、人なる子、人なる子、人なる子でしょう。175話ではルフィと表裏一体となるサンジが太陽の神ニカのヒントキャラだと考えたミスター3の白いローの能力で鍵を作って牢屋の中からルフィたちを解放しています。そう、白いローであるミスター3イコール太陽の神ニカルフィのヒントキャラだったなら、真っ白なニカルフィの正体はやはり白いローと表裏一体となる真っ白なゴムの樹液ラテックス。天然のラテックスとは油と樹脂を含む白い乳濁液。さらにモンキー D ルフィのモンキーとは猿のことではなく、それはモンキー。門の鍵、世界を解放する鍵、それは多大海流の3つの正義の門を開ける鍵。僕はこちらの動画でラプテルとは正義の門で封印されている多大海流の中央大渦の底に眠っていると考えています。どんどんと心臓の鼓動が高まるとルフィは再びジョイボーイ真っ白なニカルフィに変身。これが1045話の話数の語呂合わせ6つ目、戦士鼓動。戦士鼓動でしょうか。解放の戦士ニカルフィの心臓の鼓動です。そしてさらに1045話の話数の語呂合わせ7つ目、ゼロを前につけて落とし込む。落とし込むでしょう。音です。音に注目しましょう。音とは空気の振動です。そして周囲の人々を威圧して気絶させる覇王色の覇気も空気の振動でしょう。そんなニカルフィの覇王色の覇気は雷のように表現されており、それは雷鳴です。雷鳴も空気の振動です。これらのことから考えていくと、ルフィの空想が実現できる範囲は空気の振動が届く範囲ではないでしょうか。これは弟の実のアプーが胸を叩いて出すドラム音、ドーンに似ているでしょう。そしてルフィとカイドウは何度も言うように表裏一体です。人のルフィと百獣のカイドウ、覇王色の雷鳴のルフィと雷鳴八家のカイドウ、そして死に際に自由になれるニカルフィと死ねないから世界を破壊するカイドウです。死にそうになっても友達の思いを成し遂げるためにルフィは強引に心臓の鼓動を再び鳴らします。カイドウに死ぬぞと言われてもルフィは、俺がそんなもんにビビってると思うのか。波が踊るよドラム鳴らせ、臆病風に吹かれりゃ最後明日の朝日がないじゃなし。太陽の神ニカに再び変身するルフィ。しかし復活したばかりのルフィにカイドウの金棒が直撃。ルフィの顔の形がぐんにゃりと曲がってめり込みます。金棒の形に変形したルフィの顔はまるでボーボボのドンパンチのよう。そんな弾けリストルフィに対してさらに追い打ちをかけるカイドウの金棒。しかしルフィは地面をゴム化してめり込ませると、そのゴムの反動でボヨーンと弾けリストルフィが弾け飛びます。しかしルフィは岩に着地。今度は岩をゴム化してその反動で反撃に出るルフィ。
腕をぐるぐる回転させてカイドウに挑みます。しかしここでおかしいのは、腕は回転していますが体の軸は回転していないようです。腕だけが回転しているように見えます。これも空想でしょうか。そんなルフィが放つ空想パンチはなんとカイドウの顔面までも貫通しました。それはまるでドラえもんのジャイアンパンチ。ドン引きする桃之助とヤマト、カイドウの顔面を貫通したパンチも空想でしょう。しかし空想だけでは片付けられない描写が1045話にはあります。最初に言ったように全ての空想が実現するならカイドウの金棒もすり抜けられるはずです。しかしルフィは攻撃されている。それはカイドウが金棒に覇気をまとわせているからでしょう。ここまでは不思議ではありません。不思議なポイントはカイドウの攻撃をされた後のルフィの奇妙な変形です。覇気で攻撃されてすり抜けができなくとも、その攻撃された後に空想の力であんな奇妙な変形にならなくていいでしょう。つまりあの奇妙な変形は空想の能力ではなく、ニカルフィの正体がゴムの樹脂であることを表している。なぜルフィは髪も服も真っ白なのでしょうか。それはもちろんゴムの樹液ラテックスだからでしょう。しかしルフィは液体ではなく固体であり、カイドウの金棒の形のまま変形していますから、必然的に2ヶ月前から引き続きゴムの木の樹液ラテックスが固まった天然樹脂だと考えます。ルフィがラテックスだという伏線はまたもやジャンゴでわかるかもしれません。ゴムの樹液ラテックスは空気に触れると固まるそうです。つまりもしもルフィの正体がラテックスの樹脂なら、斬撃で切っても傷口が固まるはずです。ルフィは自分でも斬撃が弱点だと言っていますが、実はルフィには敵から受けた斬撃の傷跡がありません。ルフィの斬撃の傷跡は悪魔の実を食べる前、1話のルフィ登場シーンで自分で傷つけた左目下の傷だけです。悪魔の実を食べてからのルフィは斬撃に弱いと言いつつ傷跡はない。つまり斬撃で切られはするもののすぐに固まる。それがわかるのが34話です。34話でルフィはジャンゴの武器チャクラムの斬撃を頭に受けて痛がりはしましたが、それでも踏ん張っていました。それを見たジャンゴは、なるほどゴム人間か、だが俺のチャクラムを食らって立っていられるのはどういう理屈だと不思議がっていました。このセリフは35話です。タイトルはネオ坂道。坂道に注目しましょう。坂道はその前にタイトルとして使われています。それは29は2課、29、2課です。デジタル数字の56をひっくり返すと29になりますから、ゴムがひっくり返って2課になります。そして29は坂道の扉絵ではルフィがひっくり返っています。さらにルフィの赤い服の背中にはホワイトアウトと書いてあります。ホワイトアウトとは白い修正液で修正する、吹雪で前が見えないなどという意味です。それは真っ白になったニカルフィを表している。そして29話のタイトル坂道を英語で言うとヒルロード。ヒルロードをひっくり返しましょう。するとヒルロードは道路ルフィ、道路ルフィ、ドロルフィ、ドロッとしたルフィ。ルフィが持つゴムは2課にひっくり返って真っ白になりドロッとすることを示している。それこそがゴムの樹液ラテックスの天然樹脂の幻獣、空想願いが叶う木2課でしょうか。そしてルフィが真っ白になったということは、白ルフィ VS 黒ひげ、太陽のルフィ VS 闇の黒ひげ、ルフィと黒ひげの表裏一体がより強くなってきました。自由なニカルフィにとっておそらく天敵となるのは悪魔の実の能力を無効化できる黒ひげの闇闇の実でしょう。そしてもしかすると黒ひげは無効化だけじゃなくニカの能力を奪う可能性もあります。黒ひげは能力者狩りをしていましたから悪魔の実を奪うイメージがあります。ちなみにアラジンではジーニーがジャファーに奪われていました。そしてやはり黒ひげも人の実なのでしょうか。ここで前回に続いて人を語呂合わせしましょう。人の語呂合わせはもちろん人。110話に登場したミスター5こそがギアフィフス2課のヒントキャラだと考え、ミスター5の技花と空想と書いてノーズファンシーキャノン花クソにつながると前回考えましたが、1045話は45話ともつながるでしょう。今回の動画のポイントはここです。45話でルフィは自分の花クソを食べている。花空想。本編の考察は以上です。この1045話でルフィはふざけた攻撃を仕掛けていますが、これはクロコダイル戦の水ルフィに似ているでしょう。あの時も同じようにふざけた攻撃をしていましたが、やはり最後は激アツな展開になりましたから、必ず街道戦もここから激アツになると考えます。なぜなら皆さんはお気づきでしょうか。
まだタイトルにギアフィフスが使われていないからです。387はギア、388はギアセカンド、421はギアサード、784はギアフォース。ルフィの技ギアは必ずタイトルに使われてきました。つまりギアフィフスの真骨頂はまだこれからです。全てをルフィは見せていません。今はまだ序の口です。ギアフィフス回を楽しみにしておきましょう。そしてこの1045話はおそらくコミックス103巻の最終話です。そのタイトルがネクストレベルですから、ここからルフィたちの戦いはまさに次のステージ、神と悪魔のステージとなるかもしれません。なぜなら麦わらの一味はすでに太陽の神ニカルフィ、東神様ゾロ、神ゼウスを持つナミ、ゴッドウソップ、イフリートサンジ、デモニオフルール、ロビンといったように神か悪魔として呼ばれています。となると残るはチョッパー、フランキー、ブルック、ジンベエの4人が今後神や悪魔化しそうです。しかもジャヤでは太陽の神の他にも雨の神、森の神、大地の神を信仰していました。まだまだ他の神が登場するかもしれません。ちなみにこちらの動画ではイム様が雨の神だと考えました。続いてはいつものように1046話の展開を話数の語呂合わせから考えていきましょう。1046話の話数の語呂合わせ予想、一つ目は伝次郎。伝次郎というのはどうでしょうか。あまり小田先生はここまで分かりやすい語呂合わせはしませんが、念のため考えておきます。ここまで伝次郎の姿が見えません。伝次郎はどこで何をやっているのでしょうか。オロチを日和とともに倒すと考えていましたが、そうではありませんでした。それともまだオロチはしぶとく生き残っているのか、伝次郎の動向が気になるところです。1046話の話数の語呂合わせ予想、2つ目は手を読む。手を読むというのはどうでしょうか。街道戦は片栗戦と似ていますから、2人の読み合い、未来落ちバトルに移行するかもしれません。1046話の話数の語呂合わせ予想、3つ目はどっしり。どっしりというのはどうでしょうか。6は中国語で竜なのでリです。どっしりとは重みですから、ルフィが再び巨大化するのでしょうか。1046話とつながるであろう146話では、人人のみのチョッパーが可愛いトナカイから大男に変身しています。1046話の話数の語呂合わせ予想、4つ目はデスリー。デスリーというのはどうでしょうか。デスリーとは死んだようなという意味です。再びルフィのギアフィフスが途切れて死んだようになるのか、もしくは死んだようなゾロの話が展開されるのでしょうか。そしてここからはさらに先の話数の語呂合わせ予想もしてみましょう。この流れでいけば次のポイントは1049話だと考えます。なぜなら1049話の話数の語呂合わせ予想は重欲。重欲です。重欲、業を制す。その言葉の意味は、柔軟性のあるものがそのしなやかさによって強いものを押さえつけるという意味です。軟体のゴム人間ニカルフィが硬いカイドウを倒す回でしょうか。しかも1049話は49話と149話の2つとつながるでしょう。まず49話のタイトルは嵐です。 D は必ず嵐を呼ぶ。さらに149話のタイトルはランブル。ランブルとは轟くという意味です。この149話で人人のみチョッパーはランブルボールで変形をしています。このこととリンクして1049話ではニカルフィが変形する可能性があるでしょう。そしてニカルフィは太陽の神ですから、やはり炎を使う。炎と嵐と覇王色の覇気の雷鳴が轟く。それがカイドウを倒す必殺の一撃でしょうか。それはいわばおでん二刀流ではなく、炎と雷鳴のルフィ二刀流。炎と雷鳴2つをまとった嵐の神アラジン。日本神話で嵐の神はヤマタノオロチを退治したスサノオのことです。 D は必ず嵐を呼ぶ。そしてこのスサノオは日本神話の大元の神イザナギから生まれましたが、スサノオがイザナギのどの場所から生まれたかご存知でしょうか。日本神話の嵐の神スサノオが生まれた場所、それは花です。つまりスサノオイコール花クソ、花空想の神。さらに嵐の神スサノオは木の神とも呼ばれ祀られています。これが花空想の伏線。太陽の神ニカの能力は空想。そのヒントキャラミスター5の技は花空想。そして1045話とつながる45話のタイトルは嵐前。その45話で花クソを食べるルフィ。さらに D は必ず嵐を呼ぶ。嵐の神木の神であるスサノオは花から生まれた神花空想ならば、49話のタイトル嵐と1049話はつながる。
1049話ではおそらく太陽の神ニカルフィが怒りによって嵐を呼ぶ。それは炎と嵐と覇王色の雷鳴の大技。この炎プラス雷鳴の伏線があるとしたら、それはやはりルフィと表裏一体となるサンジにあります。サンジがクイーンを倒した大技イフリートは炎プラス電撃技でした。そしてそのサンジの足の炎は真っ白です。炎は赤よりも白色の方が高熱です。故に真っ白に燃えるニカルフィの燃える神は高熱。そしてサンジの技イフリートとはアラジンに登場するランプの精のこと。願いが叶う油カタブラ油。ルフィが嵐を呼んで油の炎プラス覇王色の雷鳴を出すなら、それこそがギアフィフスの真骨頂でしょうか。以上です。皆さんはどう思いましたか？ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。